はい、お疲れ様です。日玉屋の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今回もね、引き続き顔の植毛の続きをいきます。これね、基本的に三毛猫のレッスン動画でやってる通り、犬も変わんないです、やり方。で、顔にね、こうやって、大体ね、僕はね、5ミリぐらいこう貼り付けるの、植毛の時ね。で、折り返して抜けないように刺してあげる。してね、いちいち寝かしつけるんですよ、これを。ここね、ちょっとゆっくり見せますね。これ今ね、仕上げ針で上から刺して毛をね、寝かしてあげる。するとこうやって植毛したのに薄く毛を生やすことができるんですよ。これがすごく大事。顔はこうやって毛を立たせないで、あえて全般的に寝かしてあげる。するとベースの時にしっかり作り込んだ顔の凹凸が埋まることなく綺麗に表現してあげることができる。みんなやっぱりこう植毛だからこう毛をふわふわにさせたくなっちゃって顔の毛も立たせちゃうから、だから出来上がった時に目が長い毛の下に埋まっちゃって顔の形も凹凸つけたとこも埋まってしまう。それだとね、すごくせっかくベースで作ったね凹凸がもったいなくなっちゃうので、見失っちゃうでしょ。だからある程度刺して折り返して、この時毛の流れね考えて、また上からね押さえ込んであげる。仕上げ針、これはね。じゃあハサミで、細かいところはもうハサミでカットした方がいいってやることで、こうやって寝かしつけてあげれる。でこれはいっぺんにやろうとしないでこまめにやっていった方がいいです。それじゃないと顔の凹凸見失っちゃうんでね、もうこまめに少し上手は寝かしつけて、そしてカットしてっていう繰り返し。顔の植毛はね、やっぱり細かく丁寧にやっていった方がいいです。とはいえね、この僕の1回に植える毛の量はどちらかというとね、多い方だと思うんだけど、本当に綺麗にやる人たちはもっとね、少ない毛の量を何度も入れていったりするので、バリカンとね併用しながら買っていくとすごく綺麗にねカットできるので。ただやっぱりね、耳の近くとか、あとなんか近くに障害物あるところはハサミで切った方がいいです。ハサミの使い方もね、慣れないうちよりはほらカットするとね段差ができたりとかいろいろ悩むと思うんだけど、使うハサミによってもねそういうのを防げたりすると思うんで、いろいろねハサミを試してみるといいですよ。僕はねやっぱり今画像にも出てたけど反り返ってるハサミ、あれを使ってカットしてます。でね、今反対側を植え始めたんだけど、もうそろそろこっからねまた例のごとくカメラのことを忘れて集中してしまっているので、もうしばらくねこれね作業が映らないのでね、ちょっといろんな話をしていきたいと思います。じゃあね、何の話しようかな。そうだね、オーダーやってるからね、じゃあせっかくだからオーダーにまつわる話をしようか。オーダーでねみんな結構困っていることがあると思うの。それってね、やっぱりこう修正、こういうとこが似てません、うちの子こんな感じだからもっと似せてくださいとかってね、こう修正かかるとき、あれがね結構ね一番おっかないと思うし、メンタルやられる場面だと思うのね。だけどもうちょっとねこういう風に考えてほしくて、僕もね最初の頃やっぱそうだった。修正が何度も繰り返されると、いやもういい加減にしてくれやってやっぱり思う時だってあるし、いやそんなにできないよ、だったら他の作家さんにお願いしてよって言いたくなった時もある、はっきり言って最初の頃。でもそれってねお客さんのせいじゃないんだよね。作家のせいなんだよ。作家のせいっていうか、やっぱりその
オーダー受けるときに頼んでくれるお客さんの期待値を上げすぎてしまっていること、似せて作れますよって言い切っちゃったりとかね、言葉の使い方一つで誤解を生んでしまうから。で、お客さんは当然、じゃあその未来が待ってるんだって思ってね、頼んでくれるんだから。でもね、蓋開けたら全然似てなかったってなったらね、普通の作品じゃないから、うちの子オーダーってね、やっぱり亡くなった子をね、頼んでくる人がほとんどなんで、やっぱりね、そこはやっぱ責任重いよね。なるべく悲しい思いをただでさえしてるのに、また人形を作ることでさらに似てないっていう悲しい思いをさせたくないし、させちゃいけないしね。で、とはいえね、そっくりに一発で作ってあげれることなんて稀だから、やっぱり修正はあって当たり前なの。で、これね、作家はね、どうやって考えなきゃいけないかっていうと、こうやって考えてほしくて、修正って当たり前なの。むしろなかったら、いやいやそんなこと言わないで、必ずあるでしょって言ってあげるくらいの気持ちになれると、全然なんてことなくなる。修正ってさ、なんか手直しだから、そういう言葉遣いっていうかね、意味合いでこう自分で使ってると、やっぱり修正は修正になっちゃうから、そうじゃなくて、僕はね、ある時からこういう風に考えるようになって、それはどういう考えかっていうと、修正はお客さんが不満があって修正じゃなくて、これはもう間違いなくほぼほぼ毎回起きることだから、じゃあ修正ということじゃなくて、最後はお客さんに仕上げてもらおうっていう考え方にしちゃうね。これ言ってることわかるかな？お客さんが最後必ず、ここもっとこうしたい、ああしたいって言って、お客さんの言った通りに仕上げてあげる。その似せる工程。これがお客さんのアドバイスが必要だから、もう絶対に必要なことにしたの。修正って。なかったらラッキーじゃなくて、あって当たり前。むしろ、なきゃいけない工程にしてしまったのね、僕は。すると、何が起きるかっていうと、やっぱりね、お客さんは自分の特別な大切な子だから、やっぱりね、口出したくなるじゃない。それも当たり前の心理だから。だからそこをしっかりと活かしてあげればいい。で、実際に僕がね、作り上げた時に、ああ、これは似てるなって思ってても、やっぱりね、似てないのさ。作家の思い込み。ほんと。で、お客さんから見たら、やっぱりね、違うのよね。それは僕らはさ、写真見て作ってるから、それはね、なかなか伝わってくる情報って限られてるから、表現できるものも限られてくるけど、技術的にもね。だけど、お客さんはさ、ずっと一緒に育ってきて、一緒に暮らしてきた、その子が、ね、頭の中にあるから、やっぱそのイメージを表現してほしいし、じゃあそれどうやって表現してあげるかなって言ったら、もうお客さんにアドバイスもらうしかないんだよね。どんな感じでした？こんな風に作ったけどどうですか？似てなかったら言ってください。もしくはね、気になるとこがあったら言ってください。似てなかったらって言ったらダメだね。気になる箇所があったら教えてくださいって言ってあげたら、もう全然、なんていうかな、そんな厳しい言葉なんか使わずにちゃんとお客さん教えてくれるし、やっぱりね、そのお客さんとこう、いざこざじゃないけど、ちょっとね、雰囲気が悪くなる時あるじゃない。お客さんもがっかりして言葉強くなる時もあるし、感情的になっちゃうからね。するとこっちも感情的になっちゃうと、それはね、もう何も生まれないから、そこの先には。だから、決して感情的になることなく、こっちはやっぱりお客さんのね、その思い組んであげて、できる限りのことをしてあげる。もちろんできる限りのことしかできないから、でもその、できる限りのことも、やり方一つ、こちらの捉え方一つで全然違うものにできるから、だから今みたいな考えで、例えばね、僕がやってるみたいに、その修正ってもう当たり前の工程にしてしまう。もう絶対にそれが必要な工程、見せるための作業っていうふうに僕は最初にお客さんに言って、仕上げの時は手伝ってくださいねっていうの。したら、ひとまず完成しました、できましたよ、見てくださいって言った時に言う言葉が、ここから似せていく作業があるから、気になるとこアドバイスくださいねって言って送るんですよ、メールを。
したら、もっとこんな感じだったからこんな風にできますかとかって言ってきてくれるんで、そしたらお互い気持ちいいじゃないですか。修正の仕方とかも。ね、そんな風にね、考えるようにしました。そしたらね、すごく、自分自身も気持ち楽だし、お客さんのためにもなるし、でね、何よりね、やっぱりね、似てくるの。作品が。やっぱね、お客さんがね、一番知ってるから、ほんとその声を聞かない手はない。もう作家がね、自分の技術で似せてあげれるなんてもうエゴだね。もう絶対に似せてなんてあげれないよ。やっぱりお客さんの声をどれだけ反映させてあげるか、どれだけ聞いてあげれるか。で、それを自分の技術で表現してあげれるか。だから、高い技術が必要だよね。って思ってるんだよね。だからもう、この技術を上げるのに終わりはないよね。本当に。でもね、そうやってやってても、やっぱりさ、もうね、感情的になっちゃって、お客さんなんかで似てなかった時に、こう、お互いもう、お客さんのも気持ちが、折り合いがつかなくなっちゃうくらい、ね、向こうがさ、感情的になってしまったりした時は、そこはね、作家も自分を守らなきゃいけないから、そういう時はね、もう本当にごめんなさいって言って、お金いただかないで、ね、そのまま作品も渡すわけにはいかないよね。似てなかったらね。だからそこはね、ごめんなさいって返金したりね。お金もらわなかったりとか、そういう風にするしかないよね。でもただね、実物使ったりしてるときはそれは通用しないから、実物を使うときっていうのは、絶対に失敗は許されないから、そこはそのつもりでね、これからやる人はね、やっていかなきゃいけないです。だいぶね、間が持ったんじゃないかな、今の話で。で、今ね、作業がね、画面に戻ってきたんでね。で、顔のね、これね、作り方の話をすると、中心部に近くなればなるほど、もうどんどんその寝かしつけてってあげる。顔の外側であれば毛を立たせる場所もあるから、立たせるところもあるし。で、ね、やっぱりどれだけね、この毛色の境目にグラデーションをしっかり何層も入れてあげるかっていうのが綺麗に見えるコツだから、毛をね微調整しながらね入れていく。で特にねこの目の周りね、まぶたの周りとかさ、まぶた薄くなったりしたりね、目が見開いちゃったりすると思うから、そこはねもしまぶたの話ね、まぶたがこうやってるうちに形が変わったりするようだったら、またねわたわたっていうかね、そのベースね補強してあげればいいから、部分的にものすごく細かい単位で補強してあげる。もうとにかく一発でできることはないから、もう常にもう修正の繰り返しだよ、はっきり言って。修正っていうかね、微調整の繰り返し。でね、僕のニードルの刺し方見ててもらえば分かると思うんだけど、あんまりね深く刺してないんだよね。もうほんとね、先端部分でちょんちょんってこう刺してる感じ。まあでも使ってる針にもよるよね。針でもね結構違うと思うからね、好みの針をね使ったらいいと思うけどね、探し出すまで大変なんだよね。ここもね少しずつ毛色を明るくしていってるとこですね。大体ねこんな感じでね顔の植毛はね進んでいきます。はい、それじゃね今回もねほとんど作業の内容映ってなくてごめんね。でもねいい話したと思うんで、はい、それじゃあまた。